はい、というわけで今回も丸亀製麺さんにお邪魔してます。大好きな、カンパチ平和大通り店さんですね。で、今年も来ましたよ。春が。ちょっと噛んだ。春がね、来たよ。今回は、春の限定メニュー。プラス、なんやかんや初やと思うんだけど、全メニュー制覇チャレンジを今回していきたいなって思ってます。動画では紹介してないおうどんもいっぱいあるし、私が個人的にも食べたことないメニューもある。だからそういうのもね、ちょっとなんか原点に帰った感じでやっていきたいなと思ってます。なんで今回は天ぷらがとてもおしとやかな量になってる。ありがとうございます。よいしょよいしょ。ごめんなさい、ごちそうさまでありがとうございます。おうどん届いたで。というわけで、いつも私がサムネ撮る前にやってることで、ネギを乗せて飾り付けをするっていう作業をしていきます。すげえ全部使っちゃった。それで俺卵さ、ごぼ天のやつ乗せるみたいやから、うまくいけ、頼む。よいしょ。おほほほ、かわいい。撮影した後にまたこうやって並べ替えないと分かる。いいんでね。めっちゃ美味しそう。というわけでもう早速いただいていきましょう。今回は全メニュー制覇で。じゃあいただきます。せっかくやからやっぱり釜玉からいただく。釜玉じゃない、釜揚げからいただく。原点にして調整。おろし生姜を入れていってくれる。一回でも本当にかい。普通にでもだしかけんでも美味しいぞ。うどんの塩気だけで普通に楽しめる。この調子でいくと全部食べちゃうから。だし使おう。そうだ、なんか社長さんだったかな、なんかネットの記事で見たんやけど、これの本当の美味しい、本当に美味しく食べれる食べ方みたいなのを紹介しててさ、この縁に沿わせてつけるんだって。こういう感じ。ここからどうしたらいいんや長い長い長い。こうするとなんかこの縁でお湯が切れて出汁がなんか薄まらずに食べれるみたいな。生姜ももらってきたから生姜入れよう。やばいやばい、あふれる。生姜入れんの大好きや。取る前に文字した。めちゃくちゃ美味しそうでございます。これは本当に好き。重いね。私は本当に一生好きなうどんだと思う。うどんのコシもまたいいよね。まさかさんのうどんってさ、めちゃくちゃ長いおうどんの回があってさ、なんかあそこでこう話題っていうかなんか上がってたのがさ、うどん噛み切ってもいいんじゃないか問題みたいなのがあってさ、みんな噛み切っていいよって言ってくれるんよ。
多分私が無理してこうすすってるって多分思ってさ、みんな優しいから言うてくれるんやけどさ、噛みちぎった後どうしたらいいか分からへんのよ、麺を。なんか分かる？すするじゃん、噛むじゃん。ってことはさ、まだ食べてない部分がこうピッてなるわけよ。それはさ、ここに落としていいとかね、いろいろ考えるとさ、分かんなくない？なんかもうやっぱ好きなように食べようや、みんな。それが一番平和や。みんな大好きレンコンさん。めっちゃ美味しそう。美味しかったでございます。原点形態2段ぶっかけうどん。丸亀さんの冷やのコシ、ほんと強い。だしが美味しいわ、ほんと。どうしようかな、そのたまにしよう。白に私はここで一つミスをしました。何でしょうか。普通にだし入ってたからお醤油はかけなくてよろしいメニューでした。逆にね、意外とそれが美味しかったりするから。めちゃくちゃ美味しいぞこれ。ちょっとさ、このだしの甘さっていうのに醤油のキレが入るの。わさびつける。ローティーノ美味しい。ちょっと寒くなってきたからこのきつねうどんでいただく。透き通りがすっごい素敵なスープだし、めちゃくちゃ美味しい。きつねなんかぶっかけ系とはちょっと違うよな、これだしが。丸亀さんのこの質も本当に美味しい。甘めのさ、お揚げさんとさ、このだしがすごい合うんだよ。私はでもこのお揚げさんをカレーうどんに入れて食べるのも好き。謎にシネマティックで感じた。すごくない？なんかボリューム。ごぼ天もすごいし。わあ、美味しそう。ごぼ天すごいね。美味しい。ちなみにこれあったかいのもあるんだよ。
今回は冷たいのでお願いしてるけど。この焼きたてシリーズが私ナンバーワンよ。今カンパチ平和大通り店さん、今焼きたてシリーズこれだけみたいでさ、普通のやつ今なくなっちゃってるんだって。めちゃくちゃ美味しい。なんかごぼうの風味がすごいよこれ。そうだよね、ごぼうとお肉ってそもそもがすごい相性いいもんね。これめっちゃ美味しい。最後ザル。わあ、頑張ったらこれ一口でなくなるよね私。やんないけどさ、お店だから。でも二口だったらなくなるぞこれ。なんかね、私の取り方がミスってる。なんかあったかいんだよね。いきます。めちゃくちゃ美味しい。なんかさっきの一口いっぱい取りすぎた。美味しかった。だけでじゃあ次。山菜好きな人は絶対好き。でも山菜苦手な人は多分苦手ってぐらい山菜の風味がすごい強い。ちょっと飲みながら食べよう。スープが美味しすぎる。生姜入れようかな。だってぶっかけとかかけるの並み390円。玉揚げなんて340円。令和で。シンプルです。お決まりのリアクションみたいになっちゃうけど、本当にあったかいもの食べた後の冷やも腰のびっくりする前から。
美味しい。めちゃくちゃみずみずしい。天かすのやばい、なんかスルスルなくなってる。焼きたてのお肉とはちょっと違うっぽいんだよね。お店の方曰く牛丼にしてるお肉みたいに近い感じだったり、焼きたてシリーズはね、注文入ってるからフライパンでこうやって焼いてるやつだけど、すき焼きの直接焼いてさ、お醤油とかお砂糖かけて食べるお肉と、すき焼きで煮込んだお肉の違いみたいな感じ。こっちも好きなの。お肉噛み切れなくってさ、口の中のお肉とさ、喉の方に流れてったお肉がさ、くっついたままここに張り付くときね、なんか筋とかだけがここにあってさ、なんかめっちゃ苦しいやつ。あれが今うどんでなってた。この食べ方が本当に私は好きでさ、めちゃくちゃ美味しい。このカレーうどんはね、出来たてほど食べれないんだよね、熱くて。このぐらいはちょっとまだ熱いか。さわら。ワンポン。これがさ、柏天丼とかさ、お弁当メニューであってもいいのにね。そばにさ、なんか全メニューって食べれたんだね。食べれたんだね、全メニュー。なんで今までこれやってへんかったね。だいたい私3ヶ月に1回ぐらいのペースかな。で、丸亀さんお邪魔してるの。それは新しいメニューが出るから、その周期でさ、お邪魔させてもらってるんやけど、牛すきごぼってめっちゃ美味しかった。これは、なんだろう、ごぼうの持ち味を、なんか、250% ぐらいに出したうどんって感じ。めちゃくちゃ美味しかった。あとね、なんか肉玉うどんとか、あと山菜とかは結構店舗限定になっちゃったりするんだけど、牛すきも春限定の期
期間限定のメニューなんで、よかったらメニューがあるうちにぜひね食べに来ていただけたら嬉しいなと思います。あとはね、公式ホームページメニューとか見てるとね、あさりのうどんとかもあったし、店舗限定のメニューとかもいろいろ載ってるから、そういうのちょっと参考にしながら食べてみてください。めっちゃ食べたくなってきた。これはおそらく低気圧。やばい、本当に痛い。帰ろう。めっちゃ美味しかったです、この子。お疲れ様でした。めっちゃ頭痛い。やばい。低気圧頑張って乗り込む。